dedicated game channel by Coconetta. みんなお元気？さて今回のコテネタチャンネル始まりの話題は楽しくはない話題だけど、この前のバトルでこれだけの編成でゴールドランクはないでしょってプレイヤーと対戦したので、そのご報告からこのランク下げってチートより目立たないけど、やっぱり新たなプレイヤーが増えるってことを妨害する行為だよねってことで、きちんと対処お願いします運営さん。それじゃメイン話題に変わって、かなりヤバいって感じのダドンといい感じってことのオフィオン、2つのベンチマークテストとダメージ参考バトルです。最初にベンチマークテストでこの後のバトルはどのくらいの威力で戦ってるのかって参考となります。まずはオフィオン、ラスト KO2 スロット、ドット KO1 つ。これで威力あるヒットダメージで耐久値を削り、その後には強烈なドットでじわりと削る。そしてうまくいけばキルパクをいただき、少なくともアシストはいただくってことを目的にしたコンビネーションとしました。テスト内容ははじめにバトル開始直後を想定し、2つ目はその次にアビリティを展開したバトルを想定、最後にアンプマックスでバトルやってる時のダメージってことになります。まああくまでダメージテストだからね。次にダドン、1つ目はバトル開始直後には変わらず、2つ目と3つ目はアンプマックスでスラッグ系の距離低減を考えたダメージ確認となります。さすがスラッグ系の軽武器、レベルを考えても重武器4スロット以上だからね。バトル開始直後のダメージでもかなりやばくない？次に300メートルくらいの距離で打ち込むとどんな感じかな？一気に威力上がるよね。そして問題の250メートル以内では、壊れてるね。4ショットだけでヘンリル、キルです。それじゃ次にバトルを2つ。最初はオフィオン。これまでのオフィオンの装備武器って新ブラスト系のラブリーズが定番だったけど、まあこれはこれで今でも十分な装備だと思う。かなり使いやすさと威力を両立できてるよね。なのでこれを超えるだけの武器ってスラッグ系のシャッターってことになるけど、基本ダメージの射程が250メートルってとこと、総弾数が6ってとこ。この2つがどうにもオフィオンとの相性でいまいちって感じがしてた。格上のプレイヤーを見ててもラブリーズが多い気がするしね。そんな状況の中で新武器を考えてみると、まずダメージ。参考グラフはごめんなさい、軽武器との比較となってるけど、これね、どう？もちろん中武器となると 1.47 倍ってなるから間違いなく大幅に上回るよね。そこにつけてドットダメージはこれまでのレベルとは比較にならないでしょ。次に射程距離だよね。500メートルが主流な中で600メートル。もちろんアビリティの射程は500メートル。低減率を考えると250メートルが有効ってことにはなるけど、やっぱり100メートルの余裕って結構大きいよね。リロードタイムは変わらないから、フルリロードでの連射時間ってことではラブリーズが使いやすいね。とはいえ新ブラスト系はブラストダメージを含んでのダメージだから、ヒットに対するブラストチャージのロスがあるってとこも考えると、今回のコンビネーションは少しだけ使いやすさが劣るけど、そこさえ納得すればより威力高くなる、そんな印象でした。これからはこのコンビネーションで続けていこうと思います。それではこの後7分30秒あたりまでこの新武器装備のオフィオンのダメージを邪魔なナレーション抜きでご確認ください。
それじゃ戻って、最後の話題は、ダゴンにスラッグ系のスプリンターをフル装備すると、これが強烈にやばいってことの確認バトルです。そう、さっきのベンチマークテストでアンプ最大となり、250メートル以内のショットだと耐久値57万で、しかも 50% の防御率あるフェンリルでも3秒でキルだよね。テスサバの段階からもみんな予想してたとは思うけど、まあ実装されてバトルやってみると発売すぐのおっちょこちと同じだね。ぶっ飛んでるレベルを超えてるね。まだ救いなのはシールドボールが基本なので、シールドブレーカーを使われるとこれはもう速攻でキル取られるから、その点じゃおちょこちのぶっ飛び具合とは少し違うけどね。問題なのは6スロットのダゴンというよりも軽武器で10武器の上位となるダメージに設定されたこのシャッターだよね。次のアプデではほんともう当たり前の新発売武器、軽武器での普通の上位レベルに戻してもらいたいね。以前のご提案の通り、もう新発売を弱体化なんてやんなくたっていいからさ。発売するたびに前回の新武器を上回るって定番にすりゃみんな必ず期待するじゃない。もうそれしか方法はないと思うしね。だから極端に威力上げすぎたならアップで待たずにできるだけ早く緊急のバランス調整をやってくんないかな。サイレントじゃなくしてアナウンスしてね。まあこんな感じですっごく調子いいバトルとなると、もうアンプ最大となって以降は止められないね。なんだかオテネタさん、おめでとうございます。10分の1の確率です。今年の総バトルに突入します。マリオの無敵よりもすごいです。そんなこと言われてるって感じだね。ということで、これはおそらくコテネタの火炎系をちょこちってくらい流行るんじゃない？少数派だけどね。シャッターのバランス調整をもっとアピールしたいってことで、当分はダゴンに新武器ではなくシャッターを装備していこうと考えてます。あ、そう、それからドローンのシーカーだけど、フォンタムや20秒リロードでワンチャンだけのアビリティよりもこのケツトレルでスピードとダメージ上げてる方が使いやすいね。はっきり言ってシーカーは買わない方がいいよ。武器のハリケーンと同じクオリティだね。もう少し防御面でバランス入れば別だろうけどね。それでは皆さんからの励ましによってギブアウェイの復活を信じてご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。